はい。これ夜中だけどね、こんばんは。個人 VTuber のハイメケイです。はい。そうだね、まだ起きてた。起きてた。起きてたね。別で何か配信しようかなと思ったけど、ちょっとね、今日までの振り返りっていう感じでもないけど、あの、なんだろうな、背面、なんかメンズトークを、終えての、メンズトークが終わるに至るまでのね、ちょっと、いろいろとお話ができたらなと思って。そんな、なんか変なことでもないんだけど。とりあえずね、ちょっと作業しながらになるけど。実際ね、なんだろうな。俺が、思い描くメンズトークまではまだまだ遠い道のりではあるんだけど、メンズトークってそもそも一人でできるものじゃなくて、なんだろうな。メンズとモンメの目にかけてるから、男性同士での、気楽なやりとりみたいなものを、予定してるんだけど、結構ね、なんだろうな。俺って、ちょっと打ち解けるまでそんなに早いわけじゃなくて、打ち解けるまではそんなに早いわけじゃなくて、結構相手がグイッと来てくれるタイプじゃないと、敬遠されがちというか、少し冷たかったり怖い印象を持たれるんで、今のね、このゴヤ一歳くんだったりとか、ちせくんだったりとか、うるくんだったりとか、そういったね、メンバーが、ありがたいことにね、少しずつ俺と打ち解けてきてくれて、猫がどうなのかわかんないけど、逆に言えばね、こうグイグイ来てくれるタイプは、そのまま受け止めるだけだから、大丈夫なんだけど。その中で、メンズトークにお呼びできるぐらいね、仲良くなれる人が多くなるまで、結構時間を要したという言い方はあれだけど、この企画をね、立てようかなと思うまで、ここまでかかったって感じかな。半年もかかってないか。3、4ヶ月ぐらいなのかな。もうじき半年になるのかな。10月とかで半年になるのかな。それまでにね、一つ、区切りとして、メンズトークっていうのができてよかったかなと。本当に感謝しかないよね。見てくれる人も見てくれる人ですごく。今回のさ、メンズトークなんて、本当に、なんだろうな。ただゲームを楽しんだだけ。二人でね、ゲームを楽しんだだけっていうのもあるし、その楽しんだゲームをね、見てくれてた人たちがいて、すごくありがたいなっていう印象だよね。コメントデバイスが。で、付き合ってくれてね。ゲームはね、今回は彼が考えたんだけど、そうやってね、何事にも付き合ってくれるフレンドがいて、今月の15日、俺でも4月5日じゃなかった？俺何日に初配信してたっけ？ 4 月5日だ。全然違う？なんか俺、自分の初配信自体もう覚えてない。配信回数が多すぎて。いつだったかな？
えーっと、古い順。あ、でもまだ4ヶ月って書いてる。4ヶ月前って書いてるから。あ、ハーフアニバーサリー。だいたい10月じゃない？ 10 月5日とかじゃない？あれ違う？なんか数え方違う俺。まあまあ。まあだからって別に半年を何かの区切りにするつもりはないんだけど。まあね、一歩一歩少しずつ進めてきてるのかなっていうイメージかな。まあこれは一人でね、進めるものじゃないんで、思うのと、ちょっとね、なんか、みんなにはまあ伝わらないかもしれないし、言葉にしないと伝えられないものも、まあ、中にはあると思うんだけど、まあ、できればね、こう、いろんな供給を、まあ、絶やさないために、いろいろしてたりとかすることがあって、それがね、俺の強みであったりとか、俺の魅力の中の一つなのかなって思うことがある。まあ、実際少しね、X でも触れたんだけど、個人 VTuber さんとしては、まあ、距離が遠いのかもしれないし、そんなになんか、頻繁にね、いろいろ個人的に話してあげたりとか、まあ、できないのかもしれないけれど、まあ、それは、まあ、俺のその活動上とは違って、まあ、みんなにね、活動をいろいろ楽しめるようにとか、俺のお姿でね、お写真とかを楽しんでいただけるように、いろいろ動いてるつもりではあるから、まあ、その辺はね、ちょっと間違えたりとかっていう感じではないけれど、まあ、俺がね、みんなに対してなんかこう、何も感じてないということではないということだけはね、知っといてもらえたらと思っています。はい。まあ、俺のね、その日常みたいなものだったり、俺のいろんな姿っていうのはね、やっぱり、正直なところ、あの、俺のことを好きになった第一印象は大体ビジュアルだと思ってて、あ、松かこんばんはいらっしゃい。そのビジュアルを好きになってくれる人が多いんだったら、まあ、ビジュアルのいろんなこう、お姿を伝えてあげたいし、声を好きになった人もいてくれてるから、まあ少しショートの歌だったりとかね、出したいし、そうやってね、なんか活動でお返しできればいいなと思っていろいろしてる感じかな。あとはまあゲームだね。やっぱりゲームが、俺の活動の主体はゲームなので、まあ、今ね、ちょっと暑い夏のコラボ週間ということで、いろんな方とコラボしたりしてるんだけど、まあ少しずつ落ち着いてきたらね、本来の俺がすごくやりたいと思ってるような積んでるゲームとかをね、やっていきたいなとは思ってるんだけど。結構ね、その積んでるゲーム多いんだよね。いや、そう言ってくれる人はね、もうすごく嬉しいし、ありがたいし。なんか、もっとね、なんかこう、すごく有名であればいろいろお返ししてあげたりとか、いろいろできるんだろうけど、まあまだまだそれは先なのかなっていうことかな、実際は。
逆にね、なんか積みゲーは、ゆっくり消費していこうかなって思ってる。冬って結構俺活動が、割と活動が減る時期なんだよね。俺自身の。なんか寒いとあまり動けなくて、なんかそういう時って結構コラボとか多分なくなる可能性が高くて、やりとりとかもね、できない。冬眠の季節みたいな感じになるんだよね。寝はしないけど動けないみたいな。そういう時にね、なんかちょこちょこと積みゲーを削っていこうかなと思ってたり、でめちゃくちゃいいゲームとかね、あるんだよね。あるんだけど、今のところまだみんなに見せれてない。見せれてないというか、俺が楽しんでるところをまだ見せれてないから。どんどんやっていきたいけどね。だけど、最近思うのは、配信回数ちょっと異常かなって。配信回数がちょっと異常すぎて、なんか、アーカイブとか全然追えないだろうなっていう印象はある。なんか毎日配信してたりとかすると、明らかに、俺以外のことを追ってる人の方が多いだろうから、推しとか、たくさんいる人とかいっぱいいるから、その辺見てると、俺の配信とか追えないだろうなってアーカイブとかで。そこはね、ちょっと気にしてはいる。リスナーに任せてもいいけど、見る見ないはね、リスナーの自由なんだけど、やっぱり見てほしいゲームだったりっていうのはどうしても、なんか見やすいようにしてあげたいなとは思うしね。あとはね、メンズトーク、今回第1回やったけど、少し別の配信でも話した通り、Apex、ロールプレイ Apex っていう企画も一応作ったんだよね。俺が Apex やるってもう大体ソロの時は、ゴールドぐらいまでしかもゴールとして行く気なくて、なんかそこからは何かの企画でやろうかなって。Apex 自体有名だし、コミュニケーションツールとしては基本的にやらないっていう選択肢はあんまりないんだけど、やるからには何かの企画だったりとか、ちょっと違うタイプにしようかなって思ってて。で、今日ね、ちょっと動画をお願いしてて、帰ってきてるんだけど、それ確認して、またちょっと動画で宣伝しようかなと思ってて。宣伝とかもさ、画像を載せて X でバーン、これです。じゃあ参加してくださいだけじゃさ、やっぱりなんかよくわからないし、X なんて読むのもめんどくさいかもしれないから、ちょっと動画とかね、作ってみてね、どうしようかなって。いつぐらいに募集しようかなみたいな。そうそうそう。TRPG 方式でもあるんだけど、声真似とか、既存のキャラでも OK で、なんだろうな。声真似が苦手な人でも、何かの設定になりきって自分を作って、別の演技力だったりとか、魅力を普段違う感じをリスナーさんに見せれる。そんな感じなんだよね。俺が思ってる。声真似が得意な人はもちろん声真似で
既存キャラクター、もう今この世界に存在しているキャラクターになりきってもらったりでもいいし、どうしても声真似が苦手な人っていると思うんだ。俺もそうだし、俺も全然声真似苦手だから、そうだね、ゲンタでもいいってことだね。ゲンタでもいいってこと。ゲンタに、その代わり戦闘中はゲンタになりきって、恥ずかしさとかは、まああまり、なんか恥ずかしいなって思う人はそもそもちょっとあんまり向いてないから。配信中はもう、そういうのは切り捨ててもらって、まあ、なりきってもらう。ゲンタでもいいし。まあ、戦闘中ね。まあ、エイペックスの戦闘中だけね。ロビーに戻ってきたときは、なんか通常に戻るっていう、まあ、そこのギャップもまた見てもらいたいなって思うしね。そうだね。切り抜きもね、ショートもね、やっぱ、この辺は上げたいよね。なんか、普段こんななのに、こう、元の配信の人たちのやつを見に行くと、こんなギャップがあるんだみたいな。なんか普段、なんだろうな、まあ、俺結構よく最初見られるのがあまりふざけないタイプだったりとか、あんまりなんかこう、テンション低くて、まあ、あまり何も乗ってこないタイプだよねみたいに思われがちなんだけど、そういうショートとかが上がると、あ、こういうこともしてくれるんだとか、逆にね、こう参加してくれてる人たちも、あ、この人たちってこんなにふざけてるけど、普段はこういう配信してるんだみたいな。魅力的に見えると俺は思うんだけど。まあ伝わればだけど。まあ声優を目指してる。でもね、結構難しいのは、そういうガチガチの声の方は、エイペックスとかはあんまりしてなかったり。あくまで俺がやりたいのは、そのシチュエーションだったりとかっていうものじゃなくて、エイペックスのあのわちゃわちゃした雑談の中で、どれだけその設定を出せるかみたいな感じなんだよね。まあ1回目はもう決まってるんで、それでちょっと様子見て、自分の中でも1回様子見て、まあその声をかけていい人の中でも、でも演技苦手そうだなっていう人とかもいると思うから、その辺はね、ちゃんと見て決めようかなとは思ってる。そうだね、ぜひ楽しみにしてもらって、8月のね、末に第1回があるかなっていう感じなんで、よかったらね。でもそれまでにね、ある程度 Apex はその、生き延びれないと話にならないというか、Apex って結構生き延びれないと企画倒れみたいになっちゃうから、そこはちょっと練習しとこうかなとは思ってる。一瞬でやられたら、まあ、会話にもならないだろうし、なんだそうだね。とりあえず Apex は、まあ、ある程度コラボ以外は裏かなって感じかな。
明日とかはね、明日じゃないか、今日の夜とかはね、やっとちょっとリスケになった、海で遊ぶ、海で建設するゲームかな。夏の思い出を作るゲームって感じのゲームだったりとか、あと、最近始めた僕の夏休み2っていうゲーム。あれも結構面白くて、あれも進めていきたいなって思ってて。で、途中になってる Tales of the Abyss だったりとか、デトロイトだったりとか、全然途中のやついっぱいあって、それはちょっと夏の間に終わらせたいかなとは思ってるんだけど。なんだろう。結構コラボもやっぱ予定入れさせていただいてて。夏はね、ちょっとね、みんな活発なので、これも、一応入れさせていただいてて。楽しみにしてます。ありがとう。いや、あれ、クリアしたいよね。なんか途中で終わるのってさ、俺あんまり好きじゃなくて、一回始めたからには、やっぱ物語始めたからには、終わりを迎えないと、っていうタイプなんで。頑張ろうかなって。Tales of the Abyss はね、なんか、リスナーさんもメインはね、ネタバレなしでって言ってるからあれなんだけど、サブのね、結構、いろいろ教えてくれたりするんで、それはちょっと、頑張ってみようかなって。裏ボスまではね、多分、一周目までは、一周目は無理かな。あれ、裏ボスって。どうなんだ。そうだ、俺から始めた物語だ。てか、そもそも俺が物語だからさ。俺自身が物語なんだから。俺が始める物語は全部俺の物語。てか、みんな、すごいね。こんな時間まで起きてんだ。みんな起きてるんだね。ちょっとさ、みんなに質問なんだけど、これね、ガチで言ってほしいんだけど、例えば、みんなが知ってるゲームの中で、知ってるかどうかわかんないんだけど、戦国無双とかさ、三国無双とかさ、こう敵をバッタバッタなぎ倒していくようなゲームが、あるじゃん。実際はあるよね。で、俺って結構インディーゲームとかめちゃくちゃ好きなんだけど、そういうなんか、なんて言うんだろう。こうストレス発散するようなゲームも割と好きなんだよね、みんなはさ、逆にそういうゲームを見ててさ、面白いと思うのかどうか。物語性はさ、確かにあるけど、ちょっとムービーとか流れて、新三国無双とかさ、あるんだよ。で、俺がなんか配信したいなと思ってるのは、みんなが知ってるようなもしかしたら三国無双とかじゃなくて、三国無双の中にね、プレイステーション2で1回だけ実装されたシステムがあって、それが三国無双を、なんだろうな、三国無双4かなんかの別版猛将伝で、立志モードっていうのがあるんだよ。立志モードっていうのがあって、それ何かっていうと、自分がただ一兵卒みたいな一般人からどれだけ三国志の世界とか軍部の世界で、成り上がっていくかみたいな感じのシステムがあったりとかするんだよね。なんかそういうなんか古いゲームって斬新なシステムを一回だけ取り入れたけど、みんなに面白いねって言ってくれてるコアな人たちはいたけど、全体には受け入れられなくて流行らなかったみたいなものがすごく多いんだよね。この、プレイステーション2だったり古いゲームって、そういうのもね、見せていきたいなと思ってるんだけど、どうなのかなって。そう、本当に
本当にね、そのゲームね、なんか、自閉卒なんだけど、活躍すればするほど、まあ、評価みたいなのは上がってくんだけど、敵からの評価とかもあって、敵が評価してくれて、うわ、お前いいじゃんみたいなことを言ってくれるシステムとかもあって、そんなところにいるなよとか、こっち来いよみたいな。そういうのもね、結構面白くて、いやー、みんなにね、見てもらいたいなとは思いながら、むしろやってもらいたいんだけどね。まあ、ゲームソフトとか機械あんまないからな。だけどそういうなんかちょっと細々とした、そういうゲームを見てもらいたい。まあ、有名なゲームはね、もちろん有名なゲームで、まあ、やりたいし、みんなでやれば楽しいんだけど、まあ、一人の時はね、なんかちょっとそういうゲーム見せたいし、見てもらいたいなというのもあるよね。なんだこれ。ほれ、ほれ石油兄弟。そんなゲームあるんだ。です。結構セール来てるね。セールは来てるけど、どうだろうな。ど田舎兄弟来てるね、セール。これ、フレンドがめちゃくちゃ、なんか、やりたがってた。早くやってくれないかな。カラスウリさん、こんばんはいらっしゃい。よかったらね、ちょっと作業しながら、ゆっくりしてるだけなんで、いろいろね、お話ししてくれたら、俺もお話しするけど。カラスウリさんって、ああ。懐かしい響きだ。ハウスチャイルドとかはプレイをもうされてるんですか？カオスヘッドノアがすごく好きで、そうだね。落ち着きますよね。落ち着くね。カオスヘッドチャイルド、カオスチャイルドはね、やってないんだよね。カオスヘッドノアと、カオスヘッドノアの続編のなんか、なんだろう、恋愛ものになんか切り替わったやつ、あれは2つやったんだけど、なんかカオスチャイルドは全然違うみたいな。言い方あれだけど、なんか、カオスヘッドノアがあまりに良すぎて、俺の中でそこで完結しちゃって、次はなんかやってないみたいな。次に進んでないみたいな感じだね。
はい、こんばんはいらっしゃい。よかったら、作業ね。しながら少し雑談してるだけなのでゆっくりしていってね。何かいろいろ話題を振ってもらえれば。まあ、作業って言っても。ちょっとね、最近全然見れてなくて、いろいろ見てるっていう感じなんだけど。クソゲーみたいな。クソゲーって言ったらあれだな。えぐいな、これ。何やってんだ。うわ。え、今、俺がやってるあのギャングのゲーム230円になってるぞ。あいつらみんなに買わせるぞ。一面に買わせろ。マジか。俺はみんなに買わせるか。あのギャングのゲームさ、面白いよね。普通に面白いんだけど。みんなどう思う？俺の配信見たことあるはずのコラボでさ、ギャングスターになるぜみたいな感じで俺が配信したギャングゲームなんだけど、めちゃくちゃさ、いや、めちゃくちゃ面白いんだよ。230円で買えるならもう全員買って俺とやるべきだろって思うけど。やっぱギャングのボスってさ、やっぱいっぱい必要じゃん。そう、今だけ230円だよ。90% オフとかなんだけど。そう。いや、フルパでさ、しかもさ、ちょっと難易度上げてさ、そう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 、タンクトップのやつ。おもろいよな。あのゲーム結構好きだわ。まだ2回、第2回できてないんだけど。俺もやりたいな。なんかせっかく買ったゲームでも1回で終わる人の方が多いし、俺も結構1回で終わっちゃうことがあるんだけど、配信は。でもなんか、なんだろう。こすりたいよな。面白かったゲームはさ、何回かこすりたい。まあそれがたとえ人気がなくても俺はこすっていくスタイルみたいな。見に来てくれる人が全然いなくても、何度もやってたら、俺が楽しそうにやってたら、楽しいのかなって見に来てくれるよねみたいなスタイル。ちょっとあれか。過信しすぎか。俺の。楽しそうにやってる俺を。過信しすぎか。タンクトップマン。耐久力低かったけどな。クリプトカストディアン。あ、いいね。いや、本当にね、なんか楽しくゲームできるだけでいいんだよね。いや、今日もちょっと迷ったんだよ。まあ雑談、まあ深夜雑談のこうやって雑談にするか、ちょっと積んでる、ちょっとしかなんか時間そんなにかからない、まあクリックするだけのゲームとか、俺めちゃくちゃ持ってて、それ配信しながら話すかとか結構ね、迷ったんだけど、ちょっとね、最近、Steam のセールとか見れてないし、と思って。いや、本当だよな。ギャングっていうのはさ、いつだって自信満々で、ほんで、楽しそうが、やっぱギャングじゃん。ギャングって。ツンデレがツンデレに聞こえるんだよな。それ末期だね。俺ツンデレなんて言うわけないから。ツンデレゲームとかないでしょ。あ、ちなみに、ちょっと宣伝ではないんだけど、今日はその海の思い出作りの、まあ、スタートをするんだけど、明日、猫山家で、なんか50個驚かされる
現象を見つけないと終われないっていうゲームを、うちの長女が一応プレイすることになってて、そうで、俺と、次女が見守りたいみたいな感じなんだけど、ぜひね、見て、どんな、鼓膜が破れるかもしれないけど、どんな感じか見てもらえたら。俺は多分ね、普通の表情してる。あとみんなのことを笑ってると思う。あんたのために面白いゲームになったんじゃないんだからね。やだな、なんか。面白いは前提なんだ、やっぱり。積んでね。そうだね。俺は後方腕組みになるかな。共有で見てて、多分、同時で見てるんだけど、驚くこと、驚くことはあっても怖いと思うことってあんまないから、驚いても、おおみたいな感じなのかな。逆にね、なんか新鮮だと思う。あの二人の、見れるのは。楽しんでもらえたらね、今日も、明日も、か。12、13、14ぐらいまでは、特に予定入れてないんで、何かね、するかもしれないし、いや、したいよな。なんか、みんなお盆あるかもわかんないけど、俺お盆ちょっとなくて、ちょっとね、お盆の間ないってわけじゃないんだけど、不定期なんだよね。だから、昼に配信したり、夜に配信、昼も夜も配信できる時もあれば、なんか昼できないと。なんかね、ドキドキ文芸部っていうのね、そのマロでくれてて、多分くれてたんだろうけど、なんか俺のやつね、日本語じゃないんだよね、なんか。なんでだろう、あれ別なのかな。なんか、撮ってあって、俺。見たら、なんか日本語じゃなくて、みたいな感じなんだよ。お盆なんてないよな。俺たちに。だが実際には6人しか来なかった。なぜ7人目は現れないのか。アパシー。鳴海学園七不思議。ちょっと面白そうだ。高いな。わかんない。なんかね、聞いたらね、なんか日本語版は何かを入れないと日本語にならないみたいなこと言われて、フレンドに。そうだよね。なんかもともと俺のやつ、海外版みたい。海外版ではないんだけど、外国語しか出てなくて、なんか言われたんだよな。だから今ちょっとね、それができないで止まってる感じだね。なんかマシュマロでくれたゲームは基本的に一応見たり買ったりはしてて、なんだっけ、名前忘れたわ、なんか、ドット絵のやつとか、ドット絵のなんか、なんだっけあれ、超常現象なんちゃらなんちゃらみたいなやつとか、そういうのもね、マシュマロでもらってるやつは大体ね、いつの日かやりたいなと思って、取ったり買ったりしてたり、あと待ったりしてる。ウィッシュでね、ウィッシュリストで安くならないかなとか。そうだね、なんかそんな感じで言われてたかな。俺も結構詳しくはないんで、そっち系が。できたらね。いや、ただ、なんか、日本語で取れた時があったみたいなことを言ってたんだよ。フレンドが。その時のとは違うんだろうなって、俺が。
なんかね、あれでしょこう、言葉がわからない状態で男性幽霊とラブを育むみたいなゲームでしょ。その文字化け家って読むのかわかんないけど。8700円か。いや、懐かしいなぁ。なんか、懐かしいって言い方あれだけど、俺って結構深夜帯になんか、深夜帯にね、活動することが昔多くて、仕事、仕事一筋になってからはあまり深夜帯もそこまでなんか動かなくなったけど、イヒイヒじゃ怖っ。イヒヒ怖すぎる。あれなんかね、恋愛ゲームっぽいけどね、なんか男性妖怪みたいなのと心を通じ合わせるみたいな感じで説明されたけどな、俺は。うわぁ、これ、くそね。あ一番落ち着くんだよな、なんか。申し訳ないんだけど、みんなには申し訳ないんだけど、なんかね、深夜2時ぐらいからね、4時ぐらいがね、一番俺はね、もし起きてる時だったら、一番落ち着く時間帯になるんだよな。そんな配信者、さすがにちょっとまずいけどね。誰も見れなくなっちゃう。ローン入るから、まあわかんないけどね。なんかね、この時間帯が一応解放される時間帯ではあるんで、こう緊張感が。海外とかとやり取りしてると、時差があるから、8時間あるところとか16時間あるところがあるから、ここからの連絡待ちとかってなると、なんか、でも一応こう、1時、2時ぐらいからは、まあ、連絡取りませんみたいな感じで俺言ってるんで、そこがね、一番安心かな。言語から解いていくゲーム、そうらしいね。まあ、似たようなゲームはあるよね、確か。あれは、まあ面白かったけど。いや、その男性、俺なんか自分が女性だと、結構なんか、感情移入できなさそうで怖いんだよね。やっぱこう、なんか自分が楽しんでないと、楽しませることってできないのかなって、ゲームって思ってて、感情移入できずになんかハテナマークのままやり続けると、なんか面白さを伝えられるのかなって思うんだよね。それ、まあまあ、その比較するわけじゃないけど、なんか分かりやすいゲームで、今日のあのメンズトークのパドルパドルパドルっていうゲームなんだけど、あれ。伝わると思うんだよ、あれ。誰がやっても伝わるよね。あの、面白さ。ああいうゲームもね、ほんと好きで伝えやすいよねって。なんかいろんな人に伝わりやすいゲームではあるよねって感じがする。狂気より愛を込めてたって。何これ。ビジュアルノベルカジュアルドットへ。Seven Days to End with You 素敵なゲームでした。そうだね。あれは素敵だった。まあ俺はもうちょっとプレイしちゃったんであれだけど、7日間のね、言葉が、言葉がないところから解いていくあのゲーム。まあ同じゲームだよね。
狂気より愛を込めてって面白いのかな。コメディって書いてる。うわぁ。まあ面白そうではある。今安くなってる。アーキタイプアーカディア。ビジュアルノベル。絵柄が私の妹が好きそう。それどれのゲームの話？その絵柄。あ、狂気より愛を込めてってやつ。好きなんだ、こういう絵柄がね。割とでも珍しい絵柄ではあるよね。3D ビジョン。ああ、インターネットエンジェルじゃんね。あれ、面白かったね。オーバードース。オーバードースだったっけ？違うか、名前。オーバードースだよね？合ってるか？あれ面白かったな。あれやったけど、まあ、配信でチラッとやったけど。なんかあれでも難しくて、なんか俺どこかのタイミングで毎回なんか連絡既読無視してる感じになっちゃってて、結局無視しないでよって言われて終わったんだよな。あれなんかものすごい数のエンディングがあるらしくて、全部拾おうかなとも思ったけど、ものすごく長くなりそうでやめたんだよね。え、これ良さそうだな、ウィッシュリスト。こうそうなんだ。あれ、オマージュいろいろあるんだ。あ、でもなんか、今回のあんまりないな。セール、1個2個ぐらいかな。なんか気になるゲームはセールで。どんな感じなんだろう、あれ。カートに1個入ってんだけど、何？あ、買わないといけないやつ忘れてた。ウィッシュリスト。あ、そういえば、大神絶景版っていうゲームをね、おすすめされたやつね、ウィッシュリストに今入れてるんだよね。確かに俺は好きかもな、この和風の絵柄。
こんばんはいらっしゃい。よかったらね、作業しながらで、まったり話してるだけなので、何かね、ゆっくりしていってね。結構ね、絵柄は好きだね。正直、プレイステーション2でも狼なんだ、これ。プレイステーション2でもやってもいいかなぐらいの感じではあったけど。みんな絶賛してるじゃん。おもろいんだ。面白いんだ、これ。主人公はこの犬なの？わかんないけど。楽しみにしてる。やるときね、ネタバレなしでやるとき楽しみにしてる。あとは、いいね。俺の実況で見て、じゃあ。俺のね、なんかウィッシュリスト72件入ってんだよね。あとちょっと読み方がね、ネバーかなのかわかんないんだけど、インディーゲームでね、ちょっとパズルゲーム、パズルではないんだけど、雰囲気パズルゲームで、あの、色を、こう、色を失った少女が、色をこう取り戻していく、歌と声と色を取り戻していくっていうゲームがあるんだけど、それちょっとやっちゃってるんで、あれなんだけど、その続編みたいな、その同じゲーマーが作ったゲームがあって、それもちょっとね、気になってね、今ずっとウィッシュリストに入ってて、今安くなってる、ネバっていうゲームで。雰囲気も最高なんだよね。雰囲気は最高。そうだね。このゲームの続編ではないけど、続きの人が、同じ人が作った。いいんだね。泣くというか、なんか、プレイした人が、個人個人が解釈をするっていうゲームで、本当にいろんな人がやってて、俺はちょっと違う解釈だったんだけど、俺は多分ね、みんな一般の人とは真逆の印象を抱いちゃったんだよね。このゲームもね、なんか気になったら、実況見たりとかしてもらった方がいいかな。初代より絶景版はちょっと綺麗になってる。綺麗にね。楽しみだな、ちょっとやる。あとね、結構気になってるのが、和で言うと、国津神っていうゲームがあるんだけど、これなんかね、戦略も含めたなんか、タワーディフェンスゲームも含めた戦闘ゲームみたいな感じなんだけど、国津神ってね、一文字で漢字で書くんだけど、すごく気になってますね。やりたいなと思ってる。あとこれはもう確定なんだけど、10月末か。アウターワールドっていうゲームがあって、ザ・アウターワールド2っていうゲームがあって、それはね、買います。絶対買って、裏でやるんだけど。白チュームの青女子。目覚めると主人公書いた見知らぬ部屋にいて、ここがどっかも自分。ビジュアルノベルなんだね。物語性の。高っ。ウィッシュリストに入れとくか。ウィッシュリストに入れたらね、いつの日かこう安くなる時があるんで、ゲームは。やりたいゲームはたくさんあって、趣味ゲームあって、で、ウィッシュリストにもたくさん入ってて、
ウィッシュリストに、ああ、そう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 。国津神ね。紙っぽい感じね。気になるよね、これ。なんかね、狩野英孝さんが多分配信してらしたんだよ。で、狩野英孝さんって、神道の、あの、資格を持ってらっしゃるので、このね、知識とね、この国津神のね、この神様の話をね、こう織り交ぜた話をしてらしたような気がするんだよ。そこの切り抜きだけ見て、本当は何々しちゃダメなんだよとかって言ってて、おもろいなと思いながら、そこなんだって。見る場所やっぱそこなんだみたいな。ノベルゲームはやっぱ長いからね、一回一回にこう、時間が。これってもう、発売してる？あ、デモ版なんだ。No, I'm not a human っていうね、なんかこう、警告、外に出てはならない、ドアを開けてはならない、窓を開けてはならない、入れていいのは人間だけとか、そういうゲームがあって、これ多分ね、いろんな人が配信してるけど、デモ版だからまだやってないんだよね。正式版が出たらやろうかなって思ってる。あとこれはね、なんか、俺が人を集められる力があればやりたかったんだけど、人狼ゲームの特殊版で、なんかね、人狼ゲームの特殊版なんだけど、9人で、9人の中に2人がいてとかで、なんか産地が上がっていくと、自分自身がなんかこう、幻覚を見るようになるんで、で、本当か嘘か分かんなくなるみたいな、ちゃんとそういうシステムが導入されてて、そういう人狼みたいなゲームがあって、もう自分の中のその産地が減ることによって、本物か偽物か分かんなくて、幻覚見たり、その人がこう敵に見えたりするみたいな、そういう人狼があるんで、相当面白いと思うんだけど、俺には人を集める力はないかもしれない。いや、で、これ題名にね、ただ待つゲームっていうゲームがあるんだけど、これも気になってる。ずっと待つんだけど、待つ間に何をするかによっていろいろとイラストが動いたりとか手書きの絵が動いたりするんだけど、これ気になってて、まだ買えてないのはね、なんか安くならないんだよね、やっぱ。まあ、産地下がるとやっぱ発狂しちゃうんだろうね。このただ待つゲームはね、めちゃくちゃ気になってる。俺の中で。すごいやりたいゲームの一つ。あ、見たことある？いや、気になるよね。やりたいなって思って。俺めちゃくちゃ好きなんだよね、そういうゲーム。まあ、ゆっくりただ待ってて、景色が変わっていくだけのゲームとか俺してたもん。それはすごく好きで、まあ見てる分にはどうなのかわかんないけど、でそういうゲーム好きな人ってやっぱいると思うんだよね。パズルゲームもそうなんだけど、逆にのんびりするゲームとか好きなんだよな。自分の好きな、あ、そう、あ、これが
都市伝説解体センターってやつか。なんかマシュマロで来てくれ、渡してくれてて、これサムネも作ってるんだよね。実は、都市伝説解体センター。いつかやりたいな。あ、そうだね。雑談するのもいいけど、その待ってる間ってこう変化があるんだよ。自分がクリックすることによって。その辺の変化もね、なんかちょっと見てもらいたいよね。一緒に。ホワイトアルバムも一応入れてはいるんだよ。50%オフだな。ホワイトアルバム、綴られる冬の思い出。あ、有名なのは2なんだ。なんかね、でも、声優さんで有名そうなのはこのホワイトアルバム、綴られる冬の思い出の方だね。なんか、水木奈々さんとか、結構有名どころが出てる。解体センター、内容見れてないなら多分自分で一回やってからの方がいいと思う。ネタバレになっちゃうしね、やっぱ。ああ、物語で有名。なんか俺の中ではこの、なんかこっちしか見たことがないから、そもそも。なんかイラストの風味も全然違うんだよね、確か。2と1では。なんか俺1の方のこの、なんか美麗な方って言ったらあれかな。2の方がなんか昔の人の描き方みたいなイラストじゃないあれ。なんか1の方しか見たことがない気がする。これは絶対おもろい。本作は撮影を主軸にしたストーリー重視のパズルアドベンチャー。写真の構造を再現して、撮影することで長い間明らかになることのなかった家族の物語が解き明かされていきます。美しい手書きのアートスタイルとパズルが調和した過去を振り返る不思議な旅。これは面白い、絶対。これは買いだね。俺が前にやったパズル系のあれと、あれの続きではないか。あれの同じ人なのか。このゲーム、Seven Days to End with You の人と同じゲーム。なるほどね。なるほど、なるほど。これは買いだな。弾論とかはどうですか？弾論って何？弾論って何？ああ、弾丸論破。
俺、弾丸論破やったことないんだよね。てか、どういうゲームかすらも知らない。まあ、論破って言ってるぐらいだから、なんか、あれなのかな。なんていうの議論するのかな。都市伝説、都市伝説に前作もあるんだ。あれ続きものなんだね。前作見てみるか。前作なんてある？無料体験版があるっていうのも。俺が好きそうなゲームなんだ。弾丸論破。違ったよね。弾丸論破、スーパー弾丸論破、ニュー弾丸論破、ハッピー弾丸論破ってある。絶対絶望少女弾丸論破がいっぱいあるけど、1個目をやってみる。1個目なのかわかんないけど。弾丸論破。どういうゲームだ？あらゆる分野の超一流高校生を集め、未来の希望を育て上げるべく設立された私立希望が峰学園。希望に満ちた学園生活を始めたモノクロ。デスゲームみたいな感じなんだ。殺し合い学園生活。閉ざされた学園で繰り広げられる殺し合い一つ一つの事件を解き明かすため。制作者さんがか。都市伝説のね。はいはいはい。仲間を味方につけ、犯人に。評価高いね。なんか神ゲーって言ってる人多いね。面白いのか。ちょっと積みゲーがなくなってきたら、検討しようかな。買おうかな。まだまだね、ちょっと積みゲーが残ってるんで、やっていかないとな。チェック。どんどん積まれてるな。推しがいるんだ。重いな。
みんな2時だけど、明日は休みなの？いいね、休みなんだ。ちょっと俺今カレンダー覚えてないや。いつ、いつ、ここか。なに、何それ？大きい、ごめんごめんごめん。情報量が、情報量が大きいな。大きいお姉さんに引き出しで買われるゲームのデモ版が面白かったです。名前を教えてもらっていいかな。まず、その、大きいお姉さんに引き出しで買われるゲームっていうものの、ここね、知らないと検索ができなくて、それか、大きいお姉さんに買われるゲームって出てくるのかな。ああ、いや、見つけた。見つけた。これだ。目を覚ますと巨大な少女があなたを見下ろしていた。前衛的なアートスタイルと残酷ながら魅力的なストーリーテリングで、妙子と小人たちの運命を体験しよう。うわぁ。すごいな。デモ版か。ダウンロードしとくか。妙子っていうゲームだね。あ、一応ダウンロードした。無料だからね。無料なんで、ダウンロードはしてみたけど、ちょっと俺、なんか、でも好きな人好きそう、このピクセル絵は。ピクセルアート好きそうな人なもんね、みんな。うん。本当に好きそうな人は好きだよね、ピクセルアート。あとみんながおすすめしてくれてるホラーゲームで、なんだっけ、ゼロってあるじゃん。ゼロってやつさ、PC で見てたんだけど、めちゃくちゃ、あれだね、こう、なんかスイッチとかの印象なんだよ。
もともと。プレステ2とかでも多分出てた印象で、でも PC のやつってかなりもう画質が良くなってて、すごいなって、めちゃくちゃ綺麗だなって思う。なんか、今時はちょっと違うんだな。でも、そんなに怖そうではないけどね、あれは。なんか撃退できるしね。撃退できるからさ、あれは。そんなにって感じかな。もっとなんか、グロテスクで怖いゲームってありそうで、このレイとかだと、かなり、レイじゃないや、ゼロか。ゼロとかだと、かなりなんか、ビジュアルが綺麗で、幽霊とかも結構綺麗に、鮮明にデザインされてて、俺の中ではなんか怖いとか恐怖は結構感じないな、感じれないというか、綺麗な印象だなっていう感じかな。結構これも気になってて、猫が魚を釣るだけのゲームだったりとか、移動本屋さんで、ね、本を売る、本を売って、移動本屋さんを経営するっていうゲームとかがあるんだけど、そっち系がね、すごく気になってる、最近。マインクラフトとかでさ、釣りをやってたらさ、すごく釣りが、まったりとしたあの釣りの時間が、すごく楽しく感じて、いいなって最近思うんだけど。癒し求めるほど疲れてないんだよね。だから疲れてるのかはちょっとわかんないけど。そうそう、のんびりできるゲームだったりとか、まったり謎解きとかでも、なんか、時間に追われるっていうよりは、こう、じっくり時間をかけてもいいんだよっていうような謎解きが結構好きなんだよ、俺は。実際。人気ゲーム曲どうですか？
ああ、聞いたことある。なんか、あれでしょ？攻撃できるホラーゲームじゃなかった？撃退できるホラーゲームみたいな。攻撃できるホラーゲームみたいな。じゃなかったっけ？あれ結構面白そうだよね。普通に。ストレス発散というかなんか、一方的に追われないというか、一方的に追われるわけじゃなくて、やり返せるゲームって結構珍しいから、結構いいよねって感じはするけどね、あれ。見てみる。近畿。結構なんか、ホラー要素的な。偽物だ、出会え出会え。すごいね。うわー、すごいね、本当に。デモ見てるだけでも。ネタだな、ネタ系だね、これ。ネタバレが激しすぎるある、そうだね。あれはさ、ちらっと見たことあるけど、あれもネタすぎるよね。すでに全てをネタバレしてくるっていう、ネタゲームだよね。バレるな。吸ってるとき口動くもんな。スライムランチャー。
スライムランチョね。待って、調べるの。スライムランチャーってなんだ？芋虫は知ってる。芋虫が、あれでしょ、こう左から右にスクロール、横スクロール式の移動するやつでしょ。なんかジャンプしたりして、なんか並走してくれるんだよね。なんか影みたいなのが。スライムランチャーってなんだ？あ、これか本当に。スライムを吸ってる感じだね。芋虫。え、芋虫出ないけど。芋虫は出ないな、なんか。ああ、ひらがなでやったらあれだよ。ひらがなでやったら出る。あ、スライム牧場みたいなものなんだ。いやー、これは、これは、耐久ゲームじゃないこれ。芋虫。なんかいろんな人フレンド持ってる。これあれか、落ちていくときゆっくりと落ちていくのか。辛いな、それ。を見てるな。まあまあ、もうね、2時半だし。まあ、ちょっとね、最初、雑談にも付き合ってもらったので、まあ、今日はこれぐらいにしようかな。案外鬼畜だろうな、多分ジャンプキングとかを思い浮かぶな。あれだね。ズボウジ版芋虫みたいな。はい。じゃあ、今日はね、来てくれてありがとう。まあ、これからもね、まあ、たまに雑談をしたりするかもしれないけど、やっぱりメインはゲームになるのかなって思うので、よかったら一緒にね、楽しんでいってもらえたら嬉しいです。まあ、どんどんいろんなゲームをしていくので、よかったらね、ってもらえると。まだ起きてますけど。まあ、俺も別に寝はしないけどね。はい。お疲れ様。